コストコの年会費、これちょっと悩みませんか？結論から言うと、エグゼクティブ会員の方がお得になる人と、通常会員で十分な人にははっきり境目があります。普通のスーパーだと年会費もありませんし、年会費を払ってまでコストコに行く意味あるのと正直私も思っていました。実際一度コストコ離れをした時期もあります。コストコって本当にお得なの？エグゼクティブ会員って元は取れるの？というのが気になって計算してみた結果、今では通常会員からエグゼクティブ会員になっています。今日はその境目を分かりやすく見ていこうと思います。それでは動画スタート。まず年会費から整理してみます。通常会員は5280円、エグゼクティブ会員は10560円。この差額は5280円になります。コストコって大容量の商品が多くて価格が安いものもあるので魅力的ではあるのですが、この年会費の存在がちょっとハードルになりますよね。特に初めて入会する人からすると、年会費払ってまで行く価値あるのと思うのはすごく当然だなと思います。実際私の周りでも気になってるけど年会費がなーっていう人結構います。ただ実際に利用してみて感じたのは、コストコは商品によってはスーパーよりかなり安いものがあるということです。例えばお肉やチーズ、パン、冷凍食品、日用品などは大容量ではありますが、グラム単価で見るとスーパーより安い商品も多いです。さらにコストコでは定期的にクーポン割引もあって、タイミングが合えばかなりお安く買えることもあります。なので普段使う食材や日用品をまとめて買う人にとっては、年会費5280円を払っても十分に元が取れると感じる人も多いと思います。ただし逆にコストコにあまり向いてない人もいます。例えば収納スペースがあまりない家庭や冷凍庫の容量が小さい家庭だと、大容量の商品を買っても保管が大変になります。また少量ずつ買い物したい人や頻繁にコストコに行かない人も年会費のメリットを感じにくいかもしれません。このあたりは自分の生活スタイルに合っているかどうかが結構大きなポイントになります。そこで気になるのが、じゃあ年会費の元は取れるの？というところですよね。エグゼクティブ会員の特徴は、コストコで使った金額の 2% が還元されるという点です。つまりコストコで使えば使うほどポイントが戻ってくる仕組みです。ではどれぐらい使えば元が取れるのか、ここを計算してみるとだいたい26万4000円になります。つまり年間で26万4000円以上コストコで使う人はエグゼクティブ会員の方がお得になりやすいということです。年間26万って聞くと結構使うなぁと思う人もいると思います。なのでもう少しイメージしやすいように月ごとに考えてみます。26万4000円を12ヶ月で割ると月2万2000円くらいになります。つまりコストコで毎月2万2000円くらい買い物をしている人はエグゼクティブ会員の方が有利になりやすいラインということになります。ここでちょっと思い出してみてほしいんですが、コストコに行った時だいたいいくらぐらい買い物をしていますか？最初は今日は1万円くらいにしようかなと思ってカートを押していても、気づいたら2万円くらいになっていたり、あれもう3万円みたいなこと結構ありませんか？コストコってパンやお肉、冷凍食品、チーズ、日用品など気になる商品が多いんですよね。しかも量も多いので、どうせ使うしと思ってカートに入れているうちに気づいたら結構な金額になっていることも多いと思います。例えば月に1回1万円くらい買い物をする場合、年間では12万円になります。2% 還元なので戻ってくるのは2400円です。年間費の差額5280円には届きません。この場合は通常会員で十分ということになります。
コストコってまとめ買いをする場所というイメージがあるので、月1万円くらいの利用だとエグゼクティブ会員のメリットはあまり出にくいです。では月に1回2万円くらい買い物をする人の場合、年間では24万円になります。還元は4800円です。かなり近いんですが、あと少しだけ届きません。このあたりはちょっと微妙なラインですよね。例えば年末にまとめ買いをしたり、冷凍食品を多めに買う月があったり、クリスマスやお正月で食材を買ったりすると年間26万4000円超えることもあると思います。そして月3万円くらい買い物をする人、年間では36万円になります。還元は7200円です。このあたりまで来るとエグゼクティブ会員の方がはっきり有利となります。コストコが好きで定期的に利用している人はこのくらいの利用額になる人も多いんじゃないかなと思います。ただここで意外と見落とされているポイントがあります。それがガソリンです。コストコでガソリンを入れている人、これ結構大きいんですよね。コストコのガソリンって地域によっては周りのガソリンスタンドより安いことも多いので、給油だけ利用している人もいると思います。例えばガソリンを月1万円くらい入れているとします。年間では12万円になりますし、もし買い物が年間24万だった場合、ガソリンを足して合計36万円になります。すると還元は7200円。一気にエグゼクティブ会員の方が有利になります。さらに家電など高額商品を買う年はポイントが一気に増えることがあります。例えば10万円のテレビを買うとそれだけで2000円の還元になります。20万円の冷蔵庫なら4000円の還元です。こういう高額商品を買う年はポイントが一気に増えるので、年間費の差額も回収しやすくなります。そしてもう一つ、エグゼクティブ会員の人におすすめしたいのがコストコのクレジットカードです。コストコグローバルカード、このカードを使うとコストコの買い物でさらに 1.5% のポイントがつきます。つまりエグゼクティブ会員の 2% 還元に加えてカードの 1.5% 還元がつくので合計 3.5% の還元になります。このダブル使いだと年間だいたい15万円くらいコストコで利用すると年会費の差額を回収できる計算になります。またグローバルカードの年会費は初年度無料で2年目以降は通常2375円かかりますが、年に1回でもカードを使えば年会費は無料になります。つまりコストコで買い物をするだけでカードの年会費は実質ずっと無料ということです。コストコをよく利用する人はこの組み合わせをしておくとポイントはかなり貯まりやすくなると思います。逆にエグゼクティブ会員で損してしまいやすい人もいます。年に数回しかコストコに行かない人、イベントの時だけ利用する人、フードコートの利用が中心の人、このタイプの人は還元があまり伸びないことがあります。ただ安心なのはエグゼクティブ会員には差額保証があります。もし還元額が年会費の差額に届かなかった場合、その差額は返金してもらえる仕組みです。なので大きく損する可能性は低い仕組みになっています。結局一番大事なのは自分が年間どれくらいコストコで使っているかというところです。感覚で多分これくらいかなと思うより、一度ざっくり計算してみると意外と分かりやすいと思います。ここまでをまとめると、年間26万4000円未満なら通常会員、年間26万4000円以上ならエグゼクティブ会員が有利になりやすいということになります。そしてコストコは商品自体が安いものも多いので、食材や日用品をまとめて買う人にとっては年会費5280円を払っても十分にメリットを感じやすいと思います。
またコストコは商品が定期的に入れ替わるのも特徴の一つです。行くたびに新しい商品が並んでいたり、期間限定の商品があったりするので、買い物をしているだけでちょっとテーマパークのような感覚で楽しめる場所だと感じています。もしエグゼクティブ会員にするか迷っている場合は、1年だけ試してみて実際の利用額を見てみるという方法もあると思います。ちなみに皆さんはコストコで年間どれぐらい使っていますか？月1万円くらいでしょうか？それとも2万円以上でしょうか？よかったらコメントで教えてください。おすすめの商品などもあればぜひ教えていただけると嬉しいです。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。